不動産屋さんの階段です。これは東京の副都心池袋にある複合施設の高層ビルで起きたお話です。以前にもこの60階建ての高層ビルでの怪奇現象の話をしたことがありますが、実はこの辺りはちょくちょくおかしな現象があるところらしいです。このお話をくださった上野さんは、当時その高層ビルを含む複合施設の管理を一手に引き受けているビル管理会社に就職したばかりでした。上野さんはその日本一高いオフィス棟の総合防災センターで警備の仕事に就いていたそうです。仕事内容の一つは24時間ビルやショッピングセンターなどの監視カメラを通して館内の人の流れをチェックすることでした。というのもこの総合施設では完成当時から飛び降りが非常に多かったからでした。高層のオフィス棟からの飛び降りも最初の3年目ぐらいまではあったそうで、また併設されているショッピングセンターは地上4階建てでしたが、その真ん中の吹き抜けから噴水広場めがけてダイブする人も後を絶たなかったそうです。さて、その高層オフィスビルの48階には大手の私鉄系の不動産会社が入っていました。ショッピングセンターが閉まる時間後もその不動産会社ではいつも誰かが残業でオフィスに残っていたそうです。上野さんの警備の仕事は監視カメラだけではなく、実際にオフィス棟の夜間巡回を行っていました。高いビルですから最上階の展望台を除いて10階ごとに区切り、2人1組で各フロアの施錠や火器点検をしていたそうです。上野さんと相棒の A さんはその不動産会社が入っている階も点検する担当でした。2人は階段で上の階から移動して各階を巡回していきました。そしてちょうど不動産会社のある48階に差し掛かったそうです。上野さんはフロアの西側を、相棒の A さんは東側に分かれて点検していきました。そのオフィス棟には真ん中にエレベーターホールがあるのですが、担当している西側を上野さんが巡回している時でした。上野さんはハッとしました。エレベーターホールの壁にスーツ姿の男性がぐったりともたれかかっていたのです。上野さんは何事かとすぐ男性に駆け寄ると、男性は小刻みにガタガタと震えていたそうです。顔は血の気がなく、呆然として目の焦点が合っていないように見えました。上野さんはすぐに相棒の東側にいる A さんを大声で呼んだそうです。おう、どうしたと大柄な A さんが駆けつけ、これは自分たちでは手に負えない状況だと判断し、直ちに1階の防災センターに応援要請を仰いだということでした。間もなく別の本部待機の隊員が上がってきて、動けなくなった男性を抱えるようにエレベーターに乗せて連れて行きました。あの男性に何が起きたのか上野さんは気になりましたが、そのまま A さんと点検を続行したそうです。その間男性のいた48階は別の隊員が調べたのですが、オフィスからはいつもの東京の夜景が見え、男性が残業していた部屋の机の上には電話と書類が置いてあるだけで何の異常も見られなかったということでした。上野さんは後で男性を救助した隊員たちから聞いたのですが、エレベーターが1階に到着するや否や、男性はへたり込んでしまい失禁してしまったのだそうです。それを見て隊員たちは男性がよほど恐ろしい衝撃を受けたのだと感じました。上野さんらが防災センターに戻ると、男性はソファーで毛布をかぶりブルブルと震えて泣いていました。班長がコーヒーを入れて落ち着くように言うと、我に返った男性は少しずつ何があったのか話し始めました。ただそれはどの人の良識からも外れた話だったことは前もって言っておきます。その男性は仮名ですが宮田さんという方で、48階の不動産事業部の営業マンでした。
その夜は都内の物件の販売を取りまとめて、決済に向けた書類と新規開拓の案を週末の会議に向けて作成していたということでした。フロアには宮田さん以外誰も残っていなかったので、当時流行りのスポーツウォークマンにスピーカーをセットして音楽を聴きながら仕事をしていました。そして小腹が空いていたので、サンドイッチにコーヒーを飲みながら書類を作っていたそうです。するとふと宮田さんの目の前で何かが動いた感じがしました。はっとして顔を上げると、一瞬自分の目を疑い混乱したそうです。正面には都会の夜景が見渡せる窓があるのですが、その窓に向かって外から男性が歩いてきていたのです。窓の外にはまるで床が存在するかのように、丸刈りの古い背広を着た男性がこちらに近づいてきました。驚愕した宮田さんは全身が凍りついたようになり、男性を凝視したそうです。次の瞬間、ドーンという窓を外からまるでドラを叩きつけたような衝撃音がしました。するとオフィスの窓すべてがその音に共鳴するように揺れていたそうです。それはその男性が窓に激突した音で、そのまま窓の外側から両手を広げて張り付き、地上170メーターの空中に浮いていたのです。宮田さんは自分の理解を超えた光景を目の当たりにし、思考が停止したようになっていました。そしてその男は体をバタバタと動かしながら、広げた両手を再び窓にドーンと打ちつけました。するとその衝撃音を合図にしたかのように、今度は首だけの男が2人、背広の男の両脇から現れ、窓の外からガラスにのめり込んで、溶け込むようにニューッとオフィスの中に入ってきたというのです。こいつらは何なんだ、人間じゃない。宮田さんは恐怖が頂点になりました。すると宮田さんの考えを読んだかのように、窓に張り付く背広の男は消滅していったそうです。そして2つの男の首は部屋の中を緑色に発光しながらぐるぐると浮遊していました。この異様な光景に驚愕しながら宮田さんは本能的に身を守ろうととっさに机の下に潜り、首たちの動向を見ていたそうです。するとその2つの首は浮遊しながら何かブツブツと話しているのが分かりました。宮田さんはここから何とか逃げなくてはと、それだけを考えていました。宮田さんの位置から廊下まで10メーターです。どうやって首たちの隙を見て廊下に逃げ出すか考えているうちに、なぜかこんな切羽詰まった状況なのにふと思い出したことがありました。この不動産会社のあるオフィス棟は元は拘置所だったのです。都市計画という名目で当時の日本一の高層ビルに生まれ変わったのです。この怪奇現象は拘置所と何かしら関係あるのではと宮田さんは思いましたが、すぐにそんなことどうでもいい、ここから早く脱出しなくてはと我に返りました。するとどうやら宮田さんが何かを考えると首たちに感づかれるのか、宮田さんの居場所が分かったようで、緑色に光る首たちはブツブツ言いながらこっちに近づいてきました。その時宮田さんはすぐそばに足に車がついているキャスター付きの椅子が何台か目につきました。そこで宮田さんは一番近くの椅子を蹴飛ばして、首たちがそれに気を取られている最中に横に転がりながら廊下のそばまで移動しました。こんな時にまたどうでもいいことなのですが、ウォークマンから中森明菜の曲が流れているなと宮田さんは思わず考えてしまったそうです。するとまた首たちは宮田さんが考えたことに気づき、薄暗がりから明るい宮田さんがいる照明の下に出てきました。そしてその時宮田さんは首たちの顔をはっきり見たそうです。それらは初老の男性たちで、どこにでもいるような普通の人間の顔でした。ただ首から下がなかったということなのです。宮田さんはさらに転がって廊下に移動し、
東側の非常階段の方に向かう長い廊下に飛び込んだそうです。そこには業務用エレベーターがあったのですが、32階で夜間の搬入のためボタンを連打しても上には来ませんでした。首たちは廊下を行ったり来たり相変わらずブツブツ言いながら宮田さんを探しています。もうダメだ、首たちに見つかってしまう。そうだ、階段だ。とっさに判断した宮田さんは急いで非常階段に続く非常口のドアを開けました。そこは明るいだけの虚しい螺旋階段がありました。宮田さんはもう無理だと分かり、目には涙が伝ってきたそうです。首たちもそのドアから入ってきていたのです。宮田さんはドアにもたれてついに動けなくなってしまいました。すると奇妙なことが起きたのです。首たちはその宮田さんの体をスッとかすめて非常階段の上に浮遊して登っていきました。ああ、よかった。宮田さんは安堵しながらも恐怖で硬直した体のままでしばらく動けませんでした。とにかく戻ってくるかもしれないので今のうちに逃げなくてはと最後の力を振り絞り、宮田さんは中のエレベーターホールまで移動したところで力尽き上野さんと出くわしたということでした。さて、日頃心霊現象などを信じていない人はこんな話を誰が信じる、誰が真剣に取るかと思いますが、この後の防災センターでの対応が不思議でした。宮田さんの話を聞き終えると、班長は憔悴しきった宮田さんに帰宅を促し、家族が迎えに来たということでした。翌朝複合施設ですからデパートホテルもあるので、その班長らの招集がかかり、警備司令長巣鴨警察署から警察官らも防災センターに集まったそうです。宮田さんの事件を幹部や警察にどう話したのかは分かりませんが、しばらく事件のあったフロアを重点的に巡回し、非常階段の長い廊下に警備員の見張りが立ったということです。そして上野さんが聞いた後日談ですが、また別の事件が起きたそうです。まず非常階段は普通にテナントさんも日頃使っていました。ある日宮田さんの事件後は警備員が非常階段を見張っていたのですが、たまたまフロアの巡回に出てしまった最中でした。宮田さんの事件があった階より下の職場の女性職員が誰もいない非常階段を利用していたところ、首が浮いているのを目撃し大騒ぎになりました。女性は階段の壁に首が浮き上がって消滅するのを目撃して失神してしまったそうです。そういうわけで防災センターの人たちが宮田さんの話をただの幻覚妄想と捉えなかったのは、おそらく宮田さんの事件以前にも何か首にまつわる怪奇現象の報告があったからではないかと思います。最初は半信半疑でもたくさんの報告が入ればさすがに真剣に取り合うことになったのかもしれません。生首の怪談はよく聞きますが、今でも大都会池袋のど真ん中で目撃談はあるそうです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。